こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は子育てについてのお話をしたいと思います。子供たちね、私も子供3人いますけれども、どういうふうにさ、私が子育てしてるかとかさ、ちょっとね、参考になるかなと思ってお伝えしたいと思います。まず、子供たちは、もう本当に圧倒的に私よりも魂年齢が高いんですね。高いと思ってます。今生まれてきてる子たち、そうだな、もうみんなやっぱり高い。30以下の人たちは高いっていう感じ。20歳以下の人、でも30以下って言えるんじゃないかなと思うんですけど、本当に魂年齢が高い人たちが多いですね。今生まれてる子たちっていうのはもう本当にみんなほとんど地球で生まれてないようなさ、生粋のスターシードみたいな子が生まれてますから、何しに来たかって言ったら、要はね、親の目覚めというかさ、親のサポートであったり、親がこうスピーチャーな方に目覚めるようにっていうのの、覚醒のために来てますから、そうすごいこうなんていうのかな、やっぱり、精神性が高いんですよね。だから今、なんで動画撮ってるかっていうと、娘がご飯作ってくれてるんですよねなんか今仕事してたんですよ、講座やってて。その間にラーメンを食べさせてくれたりして、一生懸命ラーメン作って、おかわりを今作ってくれてるんですよなんかすごいよね、勝手にやってくれてるんですよ。すごいなと思うんですけど、で私はだからその子供たちの、この寛大さっていうのかな、そこにねあぐらをかかせてもらってる感じなんですよ。だから、私のために、要はその私の覚醒のために生まれてきてくれてるのかなと思ってるから、わがままになってます、子供の前で。これが一番特徴的かなと思う。だからやりたくないことやらないし、子供たちに何を頼まれてもいつもね、なんていうのかな、できないから無理ってちゃんと言うし、いいお母さんになんて一つもなろうとしないってことですね。前はありました。私旦那さんと別居してる時とかさ、子供が悲しい思いしないかなとかさ、寂しい思いしないかなって思ってたんだけど、要はもう本当にそういうことも超えて、なんて言うんだろう、やっぱりおおらかというかさ、大きい目で私のこともこう見守ってくれてんだよね、子供っていうのは。そこがほんとすごいなと思うんですけど、そうだからなんか、ああやって歌ってますけど、あの人も結構精神年齢高いのかななんかわかんないけど、そういう感じで委ねてるっていうのかな。だから、やらなくていいことっていうかさ、やりたくない時はもうやらないっていう感じにすると、要はその旦那さんがやってくれたり、子供たちがやってくれたりっていう感じで、こうやってご飯作ってくれたり、あと何ですかね、お風呂に自分たちで入ってくれたり、やりだしますから、もう任せちゃうっていう感じですね。なんか結局私がいっぱいやってたら私も大変だし、子供たちもその姿を見て大変だしさ、自主性もね、それちゃうみたいな感じになるから、やってなんでかな、伸びるのかな、勝手にこういう感じで。あとだから私が一番中心でわがままだから、これがすごい大事なんですね。だからなんだろう、嫌な時嫌だし、発狂する時もあるし、引っ叩く時もあるしね、子供のことパシーって、叩く時もあるし、だから全然いいお母さんじゃないんですけど、そのままの自分を、要はその子供たちに見てもらってる、あぐらをかいて、なんていうのかな、親育てって感じなのかな。そうやって自由にさせてもらってるんですよ、子供たちにっていう感じですね。だからちゃんとやれって怒る時もあるし、枠にはめようとする時もいろいろありますけど、どんな自分もジャッジしないってことですね。それでいいと思ってるし、彼女たちは彼女たちで考えることがあるし、なんだろう、お互いに無理しないっていうのかな、そういう感じですね。わかりますかねなんか参考になるかわかんないけど、要はこういう感じで自分が楽だから、結構子供たちものびのびしてんじゃないかな、自由にやってる感じですかね。で結構話し合う時もあるし、
本当大人ですね、子供が。大人というか、圧倒的にやっぱりみんなこう、親が、要はその、なんていうのかな、今までのさ固定観念とかこうしなくちゃいけないっていう考え方の中で生きてる親たちのために来てるみたいな感じだから、すごい精神性は高いですよね。すごいなと思うんですけど、あとはそうだな、やっぱ子供のこう習い事いっぱいさせたりとかさ、なんだろう、塾にいっぱい行かせるとかそういうのもない。勉強したくないっつったらやっぱりこう様子見てなんで勉強したくないのかなって見た時に、要はその息子がさ勉強が分かんなくて今日朝泣いてたんですよね、学校行きたくないっつって。でなんで嫌なのかなって聞いて、お姉ちゃんとかに聞いたりしてたら、要はそのなんか勉強が難しくなってきて追いつかなくなってきたんですよね。そうだからじゃあどうしようかなと思った時、とりあえず先生にさお金でも渡してなんかなんで大事にしてもらってきなみたいな感じで、インドそういうことできるからなんかそういうことで終わっちゃって、今日さっきご機嫌で帰ってきたねなんかでそうだな、息子に関しては今までこう塾の先生みたいのがいつも家に来てくれるんですけど、もう直接的にもうちょっとこう柔らかい先生というかさ、そういう人、コックさんレストランのコックさんに教えてもらえばいいんじゃんとか言って旦那さんが言って、今さっき教えてもらってたらご機嫌なんですよね。だからそういうその子に合った対応をしてあげればいいと思うし、ただ私いつもそういう息子のこととか子供たちのことって全然見てないんですよね。でもふっとした時に見よっかなんでこんな泣いてんのかなとか思った時にその対処法を考えてあげればいいと思うから、いつも悩む必要もないというのかな。子供が何かアクションした時にじゃあこの子にはどうすればいいかなっていうのを夫婦でさ相談したりして、そういう感じでパッといい方向に向いたりするから、なんだろう、本当に委ねてるというかね、彼らの自主性に任せてるっていう感じが一番あるのかなと思いますね。あとはそうだな、対等だと思ってますね。子供を本当に子供扱いしないというか、対等ですから、うーん、そこが結構子供たちも心地いいのかなと思いますね。育ててもらってるっていつも思ってますなんか自分のことをそう育ててもらってるし、あとよくなんかご質問の中にさおむつ替えとか、要はその子供のことにかかる時間がいろいろあるから、そういうのはどうして、ゴロゴロしてるだけじゃなくてさ、要はやってますけど、おむつ替えとか今2歳の息子だとするとさ今うんちとかおしっこの練習なのでおむつ入ってないんですよね。そうだからそう自分でそれで結構やってますし、朝早く起きるのは要は2歳の息子が早いから起きますけど、それでねちょうど自分もできることがあって、一石二鳥でいいっていうのもあるんですよね。であとはだからこれやってあれやってって言われるんだけど大体やらないですね。引っ張ってこれやってあれやってって言った時嫌だっつって、そうすると旦那さんであったり近所の人であったり兄弟同士でなんか考えてなんかやってんですよ。そういう感じで私がやりたくないと思ったらやらないっていう感じでやってます。わかりましたかねなんか参考になるかわかんないけど、それぐらいこう自由にやっちゃってるってことですね。はい。なんかね、気づきがあったらいいかなと思って配信しました。無理しなくていいんですよ。お母さんとかお父さんとかね。いいお父さんになる必要ないし、もう子供たちの前であぐらをかかせてもらって私たちが自由になる時ですから、それのために来てんだから、どれだけなんていうのかな、子供たちは自由なことを教えてくれるためにさ、やっぱり今世生まれてきてたりするから、なんだろう、子供たちから何を学ぶかっていうか、子供たちと共に自由にやるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。あとはもうかっこつけないで、親だから上だから下からだからっていう、もうどちらかというとこっちの方が下ですからなんかだから子供としてなんていうのかな、うーん
自由にさせてもらえばいいんじゃないですかね。無理しないで。そうすると自分を中心に回り出すから、回ってくれるから、それでいいんですよ。これで相手がどう考えるかなとか悪いかなじゃなくて、自分が良ければいいの。そうすると勝手に彼らがやってくれるから。でこれが彼らの学びであって、なんていうのかな、それぐらい寛大な存在ですから、みんなね。はい。まあ皆さんもね、よかったら参考にしてみてください。ではではね。